はい。こんにちは。柴崎ですよ。ねえ、お元気ですか？そう。よかったね。柴崎もおかげさまでね、今日も元気に絵を描いてます。さて、今回は水彩画の基本の木、柴崎のね、この手を描いてみたいと思います。さあ、どうなるか。では、最後までね、ゆっくりご覧くださいね。さあ、では描いていきましょうね。ところで、このね、手の描き方なんですけども、超基礎編としてね、手の構造をもっとね、わかりやすく紹介した動画をね、チャンネルメンバーシップ限定で公開しています。ので、興味のある方はね、そちらもぜひご覧になってくださいね。さあ、これが柴崎の手ですよ。はい。ね、手はこうやって自由に動かすことできますね。でもこう折り曲げてこう見るとね、ほら、ここを境にして手の甲と指ですね。では内側見てみましょう。あれ？さっきね、ここがね、手の甲と指の境目だったけど、内側見ると違いますよね。面白いでしょ？親指はこうやって動くしね。じゃあ他の指全部見てみると、こんな風にね、一つに集まるように動くんですよね。ここら辺に。ねえ、何気ない手もね、こうやって見ると面白いね。指一本でもね、じっくり見るとね、発見がありますよ。あなたもね、ぜひ、ね、ご自分の指見てくださいね。さあ、では描いてみましょう。こんなポーズにしようかな。軽く手を閉じかけたという感じですね。こんな感じです。ちょっとこう、親指を動かすとね、他の4本の指がどうなってるかわかりやすいです。さあ描きましょう。はい。ではまず、手のひらの部分ですね。そして、腕首のあたりを一緒に描いてから4本の指を描いていきます。手を軽く閉じかけたポーズですので、そうすると不思議なことにね、小指が一番しっかり曲がるんですよね。そして薬指が少し曲がる。中指がほんの少し曲がって、人差し指はだいたいまっすぐっぽくなってるというね。ねえ、4本の指でも曲がり方が違うんですよね。これが不思議ですよね。小指の方が一番強く曲がるんだよね。はい。ね、こんな感じです。そして、ここにね、単独に動く親指がね、こう来るんだよね。親指は、中指と接するようなポーズになってますので、こんな感じかな？はい。ねえ。さあ、それぞれ指の動き方は違いますよね。これが柴崎の手ですよ。ほら、面白いね。じゃあ塗っていきます。まずイエローをパーッと塗りますね。いつも柴崎がやる方法ですね。そして、人体の一部ですので、血の赤を少し加えます。まず血の赤ですよね。これが大事なことですね。はい。では、日陰と思われる部分を紫の暗色で塗ってみます。ですね。よいしょっと。大きくですね。まず日向と日陰を分けて、ちょっと理解しましょうね。そこにグリーンを足して、これをまた背景の方に伸ばしちゃおうかな。こうやってね、背景を汚すっていうかですね、まず背景の方に色を乗っけてあげるとね、とても絵がね、楽しくスタートできるんですよね。柴崎、こういう方法よくやってるでしょ？どうかな？ほら、手の大きな塊が見えたかな？こうだよね。もちろん手を描くんだけども、やっぱり水彩絵の具の良さもね、大切にしたいですよね。はい。では、人差し指描きます。
指というのはね、これは箱が連なってる感じなんだよね。だから第一関節、第二関節、第三関節。1、2、3という箱がね、こう連なってる感じです。そういう理解で、指も手も考えていくといいんですね。はい。じゃあまた日陰ですね。今、中指なんですけど、もう中指ぐっと曲がってますよね。折れ曲がってます。だからこの折れ曲がり方によってね、日陰のつき方が違うんだよね。もう、スタートからね、もう見るべきもの、研究すべきものがね、もう山盛りなんですね、手というのは。はい。こっち日向の方ですね。日向の方だってそんなに明るいわけじゃないですよね。だから少しこのように暗くしていきます。日向の中でもね、最も明るい強い日向の部分、それから少しだけ明るいね、弱い日向の部分っていうふうにこう考えるといいと思います。ほら、こんな具合ですよ。なんか割り切ってですね、こう描くってことは大切なんだよね。ただこれが透明水彩だからね、思い切って暗い色ってのがね、乗せにくいでしょうけども、たまたま今回は透明水彩で描いてますけども、今回柴崎のこの手の描き方は、油絵だろうとね、なんだろうと他の画材でも同じ考えができるという方向でお話ししていきたいと思ってます。はい。では、爪を残してですね、その他の部分です。はい。これ血の赤ですね。血の赤を加えながら描きます。血の赤ですよ。よいしょっと。やっぱりこの血の赤さっていうのは、やっぱり大切にしたいですね。はい、爪です。爪もよく見ると面白いんですよね。決して平たくはないんですよね。はい。はい、親指の爪です。ここのところに、今回紙の白をたっぷり残してみたいと思ってます。さあ、血の赤が入ってきました。本当にこう指ってこう、5本あるんですけど、一つ一つなんかね、役割が違うっていうのを、こうやって書いてみたり、改めて観察すると、しみじみわかりますよね。面白いですね。はい。さあ、親指の付け根のあたり書いてます。もう柴崎の手はね、この親指のところの筋肉、ずいぶんふっくらしてるでしょ？この同じ手でも、年齢だったり、性別だったり、それからね、その手をどうやって使ってきたかによってもね、ずいぶんその構成が違うんですよね。基本的な構造は同じなんですけども、見た目のこの形の構成がね、変わってるっていうかですね、違ってるんですよね。力仕事ですね、をしている手は、やっぱり筋肉も太くてですね、全体にごっつい感じの手になるんだよね。柴崎も若い頃からですね、農業をやったり、いろいろなスポーツね、をやったりしてきましたので、筆だけ持ってきた、手に握って、生きてきたわけじゃないのでね、結構ね、手がね、こう、ごっついっていうかですね、こんな感じなんですね。はい。あなたの手はどんなんでしょうか？一般的に女性の手はもっとほっそりもしてますしね。そういうやっぱり、描いてる手のその構成までこう踏み込めるといいですよね。さあ、だいぶこう、ね、指の日陰の面暗くなってるでしょ？そうなんですよ。ね、思いっきり暗くです。ここら辺が一番明るいとこかな。ね、こうやって
透明水性ですから塗ったり、絵の具を取ったりして、少しずつ変化させましょうね。この中指をね、こんな風に折れ曲がっていますから、もう一つ一つ、一関節ずつに色や明度が違うんだよね。そこら辺がね、本当に面白くて。はい。ここは水かきの部分ですね。この人差し指から親指に来るここのとこ、水かきですよね。なんで人間の手には水かきがあるんでしょうね。きっとなんか必要だったんだよね。まあでもこれがあるから水泳、クロールなんかも上手も泳げますよね。はい。柴崎水泳習った時にクロールで水をかく時に手は閉じないようにってね、指を開いて水をかくようにって教わりましたけど、多分この水かきを使うという話なんでしょうね。さあ、どうでしょうか。だいぶ、親指の筋肉書いたけど、柴崎年齢だからこんなところにシワが寄ってるんですよね。そこも書いておこう。はい。少しずつこれ立体になったかな？ほら、これが柴崎の手ですよ。はい。今、76歳。まもなく77歳になる柴崎の手です。ですね。はい。実際に今お見せした映像よりも、日向日陰をちょっと誇張して描いてますね。このくらい描いた方がいいよね。はい。指のシワです。もうこれをよく見て描くと切りないく楽しいですよね。有名なモナリザの絵もそうですけど、お顔だけじゃなくて手の表現が魅力的ですよね。もうそのくらい手というのは、もう他の部分と違って随分複雑な、形してるんですよね。ぜひあなたもね、ご自分の手を見ながらね、描いてみてはいかがでしょうか。さあ、色を重ねて、だいぶ書き込んできたんですけども、爪ですね。爪もただ平たいんじゃないんだよね。ちゃんと指の丸みに応じて丸い形してるしですね。はい。さあ、少しずつですね、細かいところの表現に移ってます。こんな親指の爪とかですね。はい。大きな日向と日陰を掴んだ後にですね、こんな風に、最後、少しずつ微調整していきます。こうやって一本一本の指の、傾きや曲がり方が違うと同時に、それぞれの指がお互いの指の上に落とす影ですね。から、こうやって、作る日向の光沢。こういうところも大切ですよね。それから柴崎が今大事に書いてるのは、親指が一番手前に見えることですね。はい。そういう立体感、空間感を今書こうとしてます。親指が一番手前に見えるっていうわけです。はい。さあ、だいぶどうかな。さあ、少し微妙にですね、もう細かいとこを詰めて終わりにしましょうね。はい。柴崎の手も、書いてみると、なかなか味があって面白いかな、と自分で思っています。はい。出来上がりです。はい。書き上がりました。やっぱり手も上手に書けると、かっこいいですもんね。でもよく見てみるとね、結構簡単そうで難しいのね。でも手を書いてみたいと思うあなたにね、少しでも参考になってくれたら、もう柴崎もとっても嬉しいです。ということで、今回は水彩画の基本の木で柴崎の手を書いてみました。また次回、違うテーマ、そして違う作品であなたとお会いしたいと、柴崎
本当に心から思ってます。それまでね、お元気にお過ごしくださいね。はい。どうもありがとう。またすぐにお会いしましょう。はい。ありがとうね。柴崎春道公式オンラインサロン、シバーツメンバー募集中だよ。シバーツなら YouTube では話せない柴崎の特別なライブ配信を月1でお届け。さらに専用のアプリでメンバー同士がいつでもつながって楽しくやり取りができる。もちろん柴崎も頻繁に書き込みやコメントを返しています。柴崎がリアルタイムで、水彩画の基礎をあなたに分かりやすく教えるオンライン水彩画講座。メンバーになると割引価格で受講いただけます。毎月柴崎から出されるお題でチャレンジするお絵描きの会。出来上がった作品は柴崎がオンラインで公表いたします。メンバーが一堂に会して楽しくおしゃべりできるオンライン交流会。毎回大盛り上がりで時間があっという間に経ってしまいます。さらに柴集メンバーなら柴崎に直接質問のし放題。オリジナルグッズも特別価格でご購入いただけます。そんな柴集のメンバーが先日銀座の画廊でグループ展を開催。たくさんのお客様にご来場いただき、素晴らしいイベントになりました。さあいかがでしたか？会社や学校、地元の人間関係とは異なるアートが大好き、描くことが大好き、そんな仲間が笑顔で集う場所。それがシバーツです。詳しくは概要欄をチェックしてね。